に対応してますね。くまちゃん。今回の動画は夫と5月に行った今までで最高の飲みの市、その後編です。前回私はこの場所の名前を言いませんでしたが、実は動画の中で登場していたヒントと答え、皆さんお分かりになりましたか？その飲みの市の後半部分と私と夫がこの時買ったものを動画の最後にご紹介。この最高の飲みの市、最後まで一緒に楽しんでくださいね。ボネケ本舗。前回の動画はパリから電車で出発した様子からこの飲みの市の中盤まで、意外と小さい飲みの市だとがっかりしたら、実はその先が長かった。そして私が欲しかったものの発見とお買い得なお値段に大感激。パリからも普通電車で約1時間だし、天気にも恵まれたとっても楽しい飲みの市。ボネケ本舗。並木道をまだまだ続くスタンドたち。かわいいピエロ・グルマンのキャンディースタンドがありました。リキュールのノベルティの水差しやカエルやお花や貯金箱のバルボチンヌたち。ここには鳥が描かれたバルボチンヌのお皿。なんて愛らしい。あ、これほら同じ私の家にあるのと同じ。全部揃ってる。このスタンドには私の心をくすぐるものがたくさんありました。すごいいっぱいブリュロがあるんです。でもなんかちょっと軽めだから、私が持っているブリュロとはちょっと違うのかもしれないけど、すごい揃ってる。ここに12345678910個。すごい。でロザリンもあります。なんかもうめちゃくちゃ欲しいのがたくさんあって困る。掘り出し物の箱の中に状態の良いアグレストのお皿たち。楽しいね。ほんと楽しいここ。あらら。その隣のスタンドには木に立てかけられた大きな絵。すっごい見て。身長が183センチの夫と同じくらいの大きな絵。版画だけでなく絵も大好きな夫。でもさすがにこの大きさの絵は買えません。ここには皆さんも大好きなクマちゃんのぬいぐるみ。木漏れ日の下、美しい食器たちが。クレイエモントロー？パニエやレリーフのお皿もあったけど、状態がいまいちだったので購入は断念したのですが、レアそうなお皿たち買っておけばよかったと後悔。レアそうといえばこれね、初めて見た。これもミッシェル・コーガンのテリーヌ入れ。初めて。絶滅してしまった堂々鳥のテリーヌ入れ。こんなのがあったんですね。そしてこれも私は初めて見たリュネビルのプラタナスシリーズ。並木道に続くスタンドは右と左の両方に。いやまだまだこんな楽しい散歩道は他にはありませんよね。箱いっぱいのミントグリーンに花柄のカップたち。緑のバルボチンヌのお皿はアーティチョーク用。ちゃんとソースボールもついていますね。洗面器、ソープディッシュと水差しのセットが20ユーロ。箱いっぱいのプラモデルかと思ったら、箱いっぱいなんてとんでもない。スタンドにいっぱいの車のプラモデルたちでした。このコレクターさんだったら狂気乱舞ですよね。あ、これはクレイエモントローのフローラシリーズのカップ&ソーサーが。ここはお手軽な値札が嬉しいスタンド。隙間が多いのはきっともう売れてしまったからなんでしょうね。信じられないお値段ですよね。このおもちゃの家具、お値段がついていないけど、その他のを見れば想像がつきます。これ当の赤ちゃん用のベッド15ユーロ。
これ5ユーロなんですけど、よいしょ、5ユーロ。さっきのおもちゃの家具もきっとこのお値段なんでしょうね。へー。このスタンド、もちろんお皿もありました。ブーランジェ・ショワジール・ロアのフロレアルシリーズ、裏には壁掛け用のフック付き。実際に使われていなかったのでしょうね。とても良い状態。あー、bonjour monsieur. Bonjour. C'est combien? Vous en voulez deux? Oui, deux. 10 euros. 10 euros? Ok, je prends ça. Ok. 夫が見つけたのはもちろん絵や版画を売るスタンド。地面に直接並べられているけど結構お高そうな。大きめの良い感じの版画があったようですが。Bonjour. Les gravures, vous les vendez combien? Bonjour. Je vais vendre 250 euros. 残念ながらこれは夫の予算超え。茶色のガラスの薬品瓶たちを横目に私たちはまだ先へ進みます。道路を渡った先にもまだ続いていますね。まだまだ隠れたお宝がありそうです。マリー・ルイーズ・バドンビレのスマトラ、ビレロイ・ボッホのサマーデー。いろいろなレースの切れ端たち。特にこのカットワークレースが素敵。そしてここにはクレイエ・モントローのフローラシリーズがずらりと勢ぞろい。圧巻ですよね。飲みの市には日本のものらしきお皿も時々売られています。そしてその向こう側にあったのがこれ、レリーフの絵文字遊びのお皿。珍しいカラーバージョン。地面に並べられているとつい足を止めてしまいますよね。さてここはどうでしょう。コルヌ・ダ・バンダンスモチーフの大皿。これはムスチーかな、ジアンかな。そしてサルグミンヌのアシエット・シャンソン。ここで夫が手に取ったのは小さなフレームに入った女性のデッサン。左右にスタンドがあるのでなかなか進めません。まだまだ続いてもどこまで続くのこれ。クマちゃん、あ、これもシルクのタイをしてますね。クマちゃん、あ、クマちゃんいっぱいいますね。全然ご飯食べてないけど食べてる暇がない。お水も飲んでないし、もう必死で歩いてる感じ。だって5ユーロ10ユーロだってもうすごいんだもん。ずっとなんだもの。いや、ここで終わったから食事にしましょうっていう終わりがないからもう歩き続けてます。でもどうやら夫はこの途中にあるカフェに座って持ってきたサンドイッチを食べてしまったそう。オンプサスワケークパーのあ、素敵これと言いながらやっぱり歩き続けてしまいます。素敵、美しいね、綺麗。ブルーが美しいトランザット。結構歩いてて疲れてきたのでここでサンドイッチにします。お腹空きました。喉乾きました。ここで立ち食いです。座るところがありません。とりあえずお腹空いたのでカロリー補給じゃないともっとまだ先が続いているので見れません。そして夫が見つけたこれ、キャトーバン用。わかりますか。これすっごい大きいんですけど80ユーロでいいって言われたそうです。うわJ'ai retrouvé la même gravure seule à 180 euros. このフレーム自体だけでも結構なお値段がしてしまいそう。買うべきかどうか夫はかなり迷いましたが、何せこの大きさとこの重さ、飾る場所もないし持って帰るのも一苦労。悩む夫を横目に私はそのスタンドの別なものを物色中。ホーローのポットは使えなくても飾っておくだけで可愛いですよね。
夫はあの版画に未練を残しながらも結局諦めたようですよ。それを聞いて胸をなで下ろした私。だってあれを電車で2人で抱えて帰るのは本当に大変だったと思うので。これ30ユーロ。これは思ったよりも高かった。国知絵たちが並んでいます。ヒイラギ柄と思ったら違いました。これは鳥のモチーフのお皿がありました。18ユーロ。ロンウィーのミニョンシリーズ。 Ok, allez. ラタンのトルソー、お部屋にあったらおしゃれですよね。あ、綺麗。飲みの市ではよく見る洗面器と水差しのセット。でもここではその家具と一緒に売られていました。これはなかなか珍しいですよね。そしてここにはあのサルグミンヌの顔とライオンが。でもお高そうな雰囲気なのでここはパス。このトルソーは子供用、小さくて可愛い。ここで夫が何かを見つけたようです。何かと言ってももちろん版画ですけどね。じっと見入って。 D'accord. Elle est à combien la gravure là? Elle est à 400 euros. 購入はかなわなかったけど良いものが見れてよかったね。そしてついにここが最後です。はあ、長かった。やっとここが最後です。終点です。やっと着きました。最後の後半はもう片方のサイドしか見ないで急ぎ足で歩いたって感じです。実はちょっと一個最後の方に一つにあっと思うのを見つけたんですけど、それは最近ちょっといいなと思ってたロンシャンのオクトゴナルのティーセットの中のティーポットです。これ探しても見つからなくて見てみたいと思ってたんですがありました。でちょっと急いでたので動画に撮らないで過ぎてしまったので今から戻るので、その時またそのお店に気がついたら撮っておこうかなと思ってます。でちょっとティーポットはいらないかなと思ってるんですけど、コーヒーカップがあるのでそのコーヒーポット、ティーポットかなはどんななのか見てみたいと思っていました。見つかりました。すごいです。これは秘密にしておきたいです。飲みの市の終点から U ターン。トルソーを小脇に抱えたまるで映画に出てきそうなお二人の後ろ姿。あのティーポットを見つけたスタンドがここです。このティーポット見るだけのつもりが。このシリーズのティーポットです。あ、ティーポット。はい。これがなかったので買いました。わからない。さっきも立ち寄ったスタンド、また別な版画があったよう。一度見ただけでは気がつかなかったものが2度目に立ち寄ると見つけられたりします。でも片付けを始めたスタンドもあるので少し急がなくてはなりません。最初の方で夫が買った版画が2枚後で取りに来るからと取り置いてもらっているんです。その版画危うく車に積み込まれているところをギリギリ間に合いました。こんなに長い飲みの市とは思っていませんでしたからね。数週間前にレキャトルセゾンさんの小山さんからこの飲みの市があるよっていうのを教えていただいて今日来ることができました。パリから電車で1時間ぐらいで来れて感激する飲みの市でした。最初の数百メートルぐらいかな。それで最初終わりかと思って夫がもう大したことないじゃないか、
じゃあそこまで行ったら帰るぞとか言って帰ろうとしてたんですけど、他の方に聞いたらまだまだ先があるわよと言われて、ずっと歩いたんですね。ずっと続いていました。もう来年も来ようねと言っています。本当は今月飲みの市三昧だったので予算がほとんどなくて、もう買わなくてもいいから見るだけ行ってみようと言ってきたんですが、他の飲みの市では欲しいと思ってたのがこれだけ揃って見つかるってことがなかったので、ちょっと感激でした。ボネケ本舗。せっかく初めての街に来たので、キャセドラルを見てから帰ろうってことになりました。C'est le Bourgogne Ah oui. vieille maison Bourgogneスタイルだそうです。木の柱に施された装飾と木の枠組みがなんて美しい。ここがその大聖堂、そしてその隣は美術館。夫はこの美術館を訪問することが今回の目的の一つだったけど、すっかり疲れ果てた私の提案で、今回はこの大聖堂だけの見学。美術館はまた来年この飲みの市に来た時にということに。大聖堂前の広場のカフェで一休みで、キャセドラルがある広場でちょっと話をいっぱい飲んで、それで、これから駅に向かいます。楽しい飲みの市の一日でした。版画を抱えて夫も満足げ。駅に到着。次は私と夫の購入品のご紹介です。ボネケ本舗。今回の飲みの市、私が買ったものはこれです。一番最初に買ったこのお皿からご覧いただきますね。これです。これが一番最初に買ったお皿で、これはミューリエ。フランス語でいうミュールというのは、英語だとブラックベリーかな。ミュールの木という意味のこのミューリエのお皿です。これちょっと大きめ。綺麗ですよね。ねえ、欲しいと思ってたお皿だったので、確か5ユーロでした。すごい。うん、他の色もありますよね。そう、ボルドー色があって、それもねすごい素敵なんですが、それは残念ながらありませんでした。また次回。また次回。そして次に見つけたのがこの辺ですね。このお皿、これとこれとこれ、掘り出し物がたくさん詰まっていて、地面に直接置いてある箱、そこの中を探していって見つけたものです。どれも5ユーロでした。特に驚いたのがこのミモザ、この状態の良さ、もうピカピカしてます。新品ですよね。新品ね、これね、一度も使ってないんじゃないかなと思います。で、これ残念ながら2枚目はありませんでした。動画の中でも探してたんですが、残念ながらこの1枚だけでした。ちょっと悔しい。もう1枚これです。これはいわゆる謎々のお皿です。ですね、ジアンかな。後ろに答えが。はい、答えが書いてあるんですが、一応答えを調べてみました。そうしましたら、若さは花である。その花から生まれた実が愛であるということでした。深い。犬が歩けば棒に当たるとか、そういうレベルじゃありませんでした。フランスっぽい。フランスっぽいね。ポエムですかね。そう、ポエムって感じだよね。という内容の謎々のお皿でした。そしてもう一枚、これはショアジールロアかな。なぜか7と番号が振ってあるんですが、これ7かな、1かな。フランス流で1だね、これね。7はここに点って入ってるもんね。これ内容が大佐
ってこの人が言ってるんで、この犬は大佐の犬でしょうか、かわいい犬ですねと言って、で大佐がおい犬は持ち込み禁止にしたんだぞと言って、さっきかわいいと言ってたこの人が大佐の犬じゃないんですね、なんだこの畜生ペン蹴って追い出したっていう、ダメ。ワンちゃんかわいそうなイラストです、兵隊さんのお住まいの一コマの絵でした。はい、なんか兵隊服が結構おしゃれ。ねえ本当色がまだ綺麗。うんこれも新品っぽいよね。飾ってたとか。ねそんな感じねきっとね。可愛い。次に見つけたのが残念ながらですね、私撮ったつもりが撮れてなかったシーンがあります。ほんとショックなんですが、なぜかというとその時にずっと探していたこのカップを見つけた時だったんです。その時がですね撮れていませんでした。なので今説明させていただきます。ビアンドックスのノベルティなんですが、この赤の探していました、ずっと。でも全然見つけられなくてがっかりしてたんですが、このスタンドさんに行ったらありました。でも残念ながらですね、一箇所ちょっと欠けがあるんですが、それでも表からこう見るとほとんどわからないです、だから実際に使うつもりはないので飾って楽しもうと思っているので、まあ表から見えなければいいかっていうか、もう本当に探してもなかったので、もう多少ひびがあっても買おうとは思っていました。同じスタンドさんにあったのがこの鏡です。あ、これちょっと気になってました。美しい。美しいでしょ、うんほら大好きなリボンくるくるって金縁で木です、ちゃんとね。でこれが15ユーロでした。そしてこれと合わせてですね、実はお値段覚えてないんです私これ17でこれが15っていうことは、だいたいおまけしてくださいって言ったらお店の人30って言いますよねキリのいい。ね、そのために17ってこれはつけてるようなもんなので、お値段をね、でもなんか私30じゃなかった記憶があるんですよ。もっと安かった記憶があるんです。本当にラッキー。ラッキー、ね。嬉しかったです。なのにそのシーンが撮れてなくて皆さんごめんなさいなんですね。曽根さんあるあるで大丈夫。そして次じゃじゃーん、初めてのフォトフレームです。これいろんなとこでね見かけてね、状態がねいつも悪い。そうね、欠けてるのが多いしね、このリボンのところが取れてたりするのもあるし、この裏の支えがなかったりするのも結構多い。だけどこれはパーフェクトですね、キラキラしてますまだ。ねガラスがね、この厚み見てください。厚いでしょう、まあ小さいんですがお値段10ユーロでした。もう飛びつきましたやっと買えると思ってこのお皿です、ブーランジェ・ショワジール・ロアのフロレアル。私これのアミアンで見つけたお皿、それのこれが色違いです。それがですねこれです。これがその時買った私の初めての赤い色のお皿、フロレアルです、ショワジール。はい、すごい素敵です。ねえ素敵でしょ。このお皿とっても状態がいいです。これも、なぜかというとですね、売られていたのはこの金具、これ後ろにこうついていて壁にかけてあったものです。そういうお皿はやっぱり使われてなかったので状態がいつもかなりいいですね。でこれが2枚。それは2枚あるからご主人と何か食べれますね。そうねそうね、食べなきゃね人にねせっかく2枚あるからね、夫婦円満の夫婦円満の。そしてですね、最後の最後に買いたいとは思わないんですが見たいので戻りますと言って戻って見つけたポットなんですが買いたいとは思わないんですがと言いながらやっぱり買ってしまいましたこれは買う。買う？本当買いに？ます。可愛いでしょう。ほらこんなに縦長で、なぜこれを買ったかというと、これのシリーズのカップがあります。これです。このコーヒーカップ操作付きとミルクポット、これを持っていたからです。
いろんなところでこのお揃いのティーポット探したんですが見つけたことありませんでした。ネットで見ても出てきませんでした。だからてっきり私このティーポットはないと思ってたんですね。なのに人と一緒にすごく急ぎ足で後半ちらりと目に入ってまさか幻と思ったんですが、戻ってみたらちゃんとありました。売られていた時は他にセットで売られていたんですが、私はそのコーヒーカップは持ってるのでいらないんですよね、残念と言って去ろうとしたら、じゃあティーポットだけでもお売りするわよと言われてしまって、あ、それだったらと思ってつい買ってしまいました。初めて見ましたね、ロンシャンのオクトゴナル、これ皆さん記憶にあるかなと思うんですが、前回のシャトゥ全部セットで300ユーロで売られていました。もうバラで売っていただけないかなと思って違う日にシャトゥに行ったんですが、とっくに売り切れていたという。すごいそう思ったでしょ。すごい、もう完全にほら、もうセットじゃないですか。ほら、何のお料理します？なんかもうフルコースいけますね。いけますね、これね、これデザート用でしょ。はい。でこれが深皿でしょ、でこれが平皿、そしてこれがサービス用の大皿、大皿すごい。すごいでしょ。これなかなか見つけられなかったんですが、ちょっとある飲みの市で偶然手に入れることができたものです。これがあったのでこのティーポットをぜひ、そうですね、はい、手に入れてみたいなというか見るだけでも見たいなと思っていたので、本当に今回ラッキーでした。私の購入品はこれなんですが、あとは夫がハンガーを2枚かな買っていました。それもご紹介しますね、後ほどね。今回の飲みの市ですね、名前を皆さんにお伝えしていません。なぜかというと、今回のこの飲みの市を教えてくださったレイキャトルセゾンさん、レイキャトルセゾンさんは本当にお仕事なのでいい飲みの市いろいろ行かれています。それなのにあえて私に教えてくださったので、それをね言ってしまうのは本当に申し訳ないと思ったので、皆さんごめんなさい。これは内緒にさせてください。実は前回もお伝えしてるんですが、動画の中に場所の名前結構出てきてます。なのでしっかり探してもらうと実は名前わかると思います。リコちゃんわかったかな？わかりません。本当に甘いな。ちゃんと探してね、隅々までね。そうしたら皆さんお分かりになるかと思います。でもあえて私からはちょっと内緒にさせてください。次の動画も楽しみになさっててくださいね。これからもポネ家のアンティークパリライフをお届けしていきます。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。登録後ベルマークを押してくださいね。私の新着動画のお知らせが届きます。